それで怒ってハサミ投げたことある。もうダメ、どうしようもないなと思って、その時になんでこっちに来てくれないんだっていうので喧嘩したことがあって、切ない。結構そういう。 Hey guys and girls, welcome to the Ash Japanese channel. My name is Kathy Cat. I'm your flashy fashion reporter, and today we're going to go and talk about why Japanese people never get angry. They seem to be polite, they seem to be, very kind and quiet, but that might not be true, and they might actually be super angry at you for something you did, and you won't notice until you watch this video till the end. So let's go and Ash Japanese. 人生の中で怒ってなんか壊したりとかありますか？なんか親と喧嘩してとか。お兄ちゃんとなんかめっちゃなんかすごいなんかウェイウェイみたいなカマチョでなんかウェイウェイってくるから、それで怒ってハサミ投げたことある。でなんかお兄ちゃんここにいて柱ここにあったの。投げたハサミここ。スレスレだった。マジで危なかった。お兄ちゃん殺すとこだった。危ない。本当に危なかった。なんかね、若気の至りみたいなね。じゃあ二度とお兄ちゃんと喧嘩がなかったんですか？はい、それ以来ちょっとね、お兄ちゃんも反省したみたいで。なので今日は最近ブチ切れたがプンプンになったことを教えてください。はいはいはい。電車で食ってやってくる人いるんですよ。それね、そう、満員電車にね、なんかもういっぱい人が来るからおみたいな。その時には何も言えない？言わないです。はい。顔はみたいな。近いよみたいな。そうですね。ぶち切れないからな。彼女怒ったことありますか？ないよね。ない。怒らないかも。平和に行きたいですね。プンプンの瞬間。私さっき駅で前から来たおばさん、年上の方がこう大きいバッグを持ってて、こう来たら私に避けたんですけど、向こうはこうでバッグを当ててきた時は怒らないけど睨みました。ごめんなさいとか言わず。いや、なんか無視されました。日本人？そうです。それは痛いしプンプンします。ライブに行った時にちょっと席の座る時にもうバッグが置いてあって、前の人が動いたあれでバッグが全部倒れちゃって、ライブ中に推しがソロで歌ってる時にバッグが全部ぶちまかれちゃって、それでちょっと推しが見れなかったっていうのは本当にめっちゃイライラしました。いい瞬間にね。いい瞬間に、で前の人気づいてなくて何もなく終わったんですけど、家でずっと怒ってました。バイト先でお客さんが私のが偉いからみたいなので、なんかお寿司食べきったのにそれまずかったから返金してみたいなのを言われた時は、みたいな。ちょっとあんまり怒らないけど、食べきったのにみたいな。払えって感じなのかなみたいな感じで、申し訳ございませんって言ったけど、ちょっとみたいな。日本人？日本人です。なんか海外ではよく聞くんですけど、日本であるんですね。あるんです。それがちょっと最近一番イライラしたことです。で、返金しないといけないんですか？なんか、でも結局食べきっちゃって嘘だったみたいな。その高かったからその分だけ払ってほしかっただけみたいな言われて、どういうこと？この時にはマネージャー呼んじゃうパターン？普通に従業員の偉い人に聞いて、それの時はさすがにちょっとヒートアップした時は上を呼びました。さすがに。さっき横断歩道を渡ってた時に、なんかおばちゃんが横から自転車で来てぶつけられたことです。大丈夫でしたか？痛えって言ってやりました。で、なんか謝ってもらいました？いや、全然そのまま。でも謝んない。なんで日本人の優しさどこ行っちゃった？なんだ僕らおじきゅうっていうチャンネルをやってるんですけども、4人組でYouTube 活動をやらせてもらってます。アニメがすごい好きなんですけど、僕は小学生の時に僕の好きなアニメをテレビで録画してたんですけど、それを弟に消された時が人生で一番怒りました。はい、その時どうなったんですか？その時、小学生の時なんですけど、家で叫びましたね。何やってんだよって言って。ちなみにどのアニメが消されたんですか？デジモンっていうアニメなんですけど。ゲームとかをなんか失敗してバンってやったらそのままセーブが消えたりとかはあるかな。課題多すぎる。学校の課題？ムカつきました。この数日前になんか友達がいつも遅れてくる友達で待ち合わせに。で、明日は絶対遅れないって言ったのに、待ち合わせの時間になっても何も連絡なくて、電話が来て二度寝してたって言って、で、
しかも、でもその友達も、ちゃんと目覚ましもかけておいて、二重でかけてたし、友達にも起こしてくれるように、モーニングコールも頼んだりして、全部やってたのに、全部目覚ましも壊れて、友達も寝坊してて、とかなんか、全部保険がダメになっちゃって、で、遅れちゃったんだって言ってめっちゃ謝られて、そう許したんですけど、来なかった時はめっちゃ、やばーと思って、イラッとしました。よく遅れてるか、友達。時間にルーズなタイプの友達で遅れて、今回こそは、明日もどうせ遅れるんでしょって言ったら、いや、明日は遅れないって言ったから信用したのに、遅れてんじゃんみたいな。今まで遊んでて、時間ぴったりに来たことはないです。これ嫌われちゃいますね。どれぐらい来れてるんですか？でもなんか、そんな1時間とかではないんですけど、なんか1時間アウトでしょ、確かに。 30分とかで、それで、だからその向こうも遅れてくるだろうと思って、自分も遅めにもうじゃあ遅れようと思って、もうなんか遅れるねって言ったりしたのに、あ、全然大丈夫だよって言って、ごめんね着いたって言ったら、あ、まだ家にいるとかいう感じだったんですよね。もうダメ、どうしようもないなと思って。わーってなるっていうよりももう、なんか、泣いちゃうっていうか、だから、あ、もういいわ、じゃあ、みたいな感じになっちゃいます。かわいい。海外逆になんかもうパパ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 って一番パッションなの人がなんかをふざけんなよみたいななっちゃうので、ね、歩いてたら後ろの人に足踏まれちゃいました。ちょっと怒りました。イラッとしちゃいました。ちょっと舌打ちしちゃったかもしれない。YouTuber なんで YouTube やっててイライラすることは？ YouTube やっててイライラすること。いらねえよ。お前なんかいらねえとか、結構心ないコメントとか来たりするんですよ。だからそれはやっぱり嫌でしたね。そりゃ嫌ですよね。人間なんで言われたらムカつくってあるけど、でもなんか続けてると、なんかいい意味で、なんか目を向けなくなりました。どうですか？やっぱりYouTube ならではなんですけど、やっぱ編集ってやっぱすごい時間かかって、結構大変なんですけど、もっとこうした方がいいんじゃないよとか言われると、そうだよなと思いながらも、ちょっと大変だったんだけどな、みたいなっていうのはやっぱありますよね。YouTube で一番大変なことは？チームなんで、やっぱみんなで一から作り上げていく企画とか準備とか、やっぱそれがすごい大変かなっていうのがありますね。ね、なんか仲はいいんですけど、各々別々の人間なんで、どんなに仲良くてもやっぱりそれをこう一つになって頑張っていくのがやっぱ大変だよね。そうです、このアキラのシャツもなんか変だなって僕は思ってるんですけど、なんでだよ。やっぱそれもちょっとめちゃめちゃふざけんなよ。人気ですよね、アキラね。海海外でもすごい人気。そうなんですね。そう。でも仲いいです。みんな。ないかもしれないけど、ブチ切れたことありますか？ブチ切れたことブチなんか意外と2人ともどうでもいいみたいな感じ。笑顔めっちゃいいもん。めっちゃ怒んないけど。言われても別にどうでもいい。の人で。あんまり怒んないです。イラッとした瞬間で落ち着く方法とかなんかありますか？歌う音楽聴くダンスする走る。走る何のおすすめの発散音楽は？ブルーノ・マーズ。ブルーノ・マーズ。アリアナ・グランデ洋楽が日本人を落ち着かしてるって感じ？そうですね。マイベストストレス発散曲教えてください。うわー、いっぱいあるな。アリアナ・グランデのベイビーアイ。ベイビーアイ。この人聞きます、めっちゃ。ネリー・フルタド。 Do It。めっちゃ聞きます、これ。ネリー・フルタド 's Do It。アリアナの Thank you next めっちゃ聞く。 Thank you. Next. 人生の中で一回なんか切れたことありますか？いや、確かに言われてみたらあんまりないかもしれないです。ないな、あんまり。いや、ないですね。すごい平和ですね、日本は。自分野球やってて、それで仲間と意見が違ったりして言い合いになったとかはあるんですけど、まあそれは喧嘩というよりは、まあ勝つために話してるんで、喧嘩とは思ってないです。結局ゴールは同じなんで。はい。平和、本当に。お父さんとお母さんと喧嘩して、何か家のものを壊してしまったことありますか？中学校の時にちょっと反抗期しちゃって、お母さんと喧嘩になって、壁叩いたら壁穴開いちゃいました。アニメの中の話みたい。意外と一番背ちっちゃいのに一番強いかもしれないですよ。今度は守ってもらいましょう。小学校、中学校の時に使ってた勉強机が、天板がガラスの机のやつで、下に置いてるものが見えるみたいな机だったんですけど、ガラスの天板を割ったことならあります。割ったきっかけ覚えてますか？でも塾の帰りが遅いとかそんなんです。こっちは塾の終わり時間決まってるし、終わってすぐ帰ってきてるのに遅いって言われるんですよ。それはね。
塾に行かせてるのは親だからですよね。大丈夫です。じゃあ正解。正解、正解。合ってる合ってる。お兄ちゃんがいて、お兄ちゃんがすごいバスケが上手で、なんか自分もバスケやってたのに、全部お母さんもお兄ちゃんの方にしかバスケも行かなくて、その時に、なんでこっちに来てくれないんだっていうので喧嘩したことがあって、切ない結構そういう、来てもくれるんですけど、自分の写真があんまりないとか、バスケしてる動画が自分のだけ少ないみたいなのが多くて、それで一回大喧嘩したことがあります。その時に襖をちょっと蹴ったら、倒れちゃって、ちょっと家の中が大変なことにはなっちゃったけど、パパが直してくれたんで。Not ninja stars, but scissors might be flying if you really upset a Japanese person. Ideally, do not get to that point, guys. You know the limit. A lot of Japanese people also in the video said they were angry, but they didn't say anything. So please do not take advantage of that. It's just them holding their feelings in, trying to do the right and the mature thing. Doesn't mean that you should do that. So ideally, you should watch your manners before you come to Japan, and there are a couple of rules that foreigners don't know. So check out our manner video to find out which rules you should know before you come to Japan. Otherwise, Japanese people might kind of hate you and you won't know and you think everything's great because they might not tell you. So check out this video next. Thanks for checking us out and check out our socials in the description box. This was Kathy Cat. Bye!